ラティオスイベント出現数予想ドラゴンウィーク振り返り。ジャスパルと申します。ドラゴンピックウィークお疲れ様でした。今回のキャンペーンでピックアップのポケモンたちがどのくらい出現したのか、私のたった2アカウント分の結果ではあるんですがまとめてきましたので、それをもとにラティオスと心の雫のピックアップのポケモンたちの出現数予想をしていきたいなと思います。特にミニリュウやタツベイは引き続き若草本島にも出現してくれますので、なんとなくでも参考になりましたら幸いです。ぜひ皆さんのジジイロンやミニリュウの出現数も教えてください。それでは参ります。ということでまずはドラゴンウィークの結果を振り返っていって、その後でラティオスイベントの出現数予想をやっていきたいと思います。ってことでドラゴンウィークのピックアップ、実際の出現数はこんな感じになりました。まずは単独中ピックアップ、ジジイロンから参りましょう。ジジイロンは8匹と10匹ってことで平均9匹となりました。予想よりだいぶ多く出現してくれましたね。事前の予想では5匹前後、 EX で2匹前後と予想してたんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。個人的にはある程度グッドスリープデーも力を貸してくれたものと思ってます。ってことで私の2アカウントなんですが、メインアカウントはアンバー渓谷、サブアカウントはラピスラズリ湖畔にそれぞれ赴きまして、お香を除いた各ポケモンたちの出現数をまとめたものがこちらとなっています。いいキャンプチケットも使用してません。眠気パワーの推移はこんな感じになってます。メインアカウントがざっくり1日75万エナジーずつくらい、サブアカウントが70万エナジーずつくらいですかね。で、土曜日日曜日にグッドスリープデーが重なったよっていう感じになってます。サブアカは初日ピックアップ0匹というなかなかとんでもないスタートを切ったんですが、これは初日お腹の上ねウツボットが1匹でほとんどの眠気パワーをかっさらってしまったからですね。 EX だとこれに近い現象が起きやすいと思っているので、事前予想のジジイロンの数もグッドスリープデー込みでかなり少なめの2匹にしていたんですが、実際はどうだったでしょうか。睡眠タイプもドラゴンタイプが出てくるウトウトを連打できたわけではなかったんですが、それでもジジイロンはかなりしっかりと出現してくれましたね。チャンスがついてくれたタイミングもあったので、メインアカウントでは2匹、サブアカウントでは1匹ゲットすることにも成功しました。今回はもうトータルかなり運が良かったように思いますね。ってことでジジイロンは予想を大きく上回ってくれました。もともとジジイロンの予想は木の実ウィーク2のチゴラスガチゴラスだったり、スキルウィーク3のツボツボなんかを元に考えていて、木の実ウィーク2ではチゴラスが11匹、ガチゴラス4匹くらいで、スキルウィーク3の時はツボツボ5匹とかだったので、フレンドポイント20のガチゴラスよりは若干出現しやすいだろうし、グッドスリープデーのボーナスもあるしってことで、まあツボツボ同様5匹前後くらいかなと思っていたんですが、さすがにチゴラスよりは少なかったもののガチゴラスよりは結構しっかり出現してくれた結果とはなりましたね。まあたまたまかもしれないんですけどね。もしかしたら中ピックアップがジジイロンのみかつ小ピックアップも数が少なかったからっていうこの状況も追い風だったりしたのかもしれませんね。木の実ウィークとスキルウィークだと小ピックアップのポケモンの数はなかなか多いですしね。次回フレンドポイント16のポケモンが新登場になるときは今回のジジイロンも考慮して予想してみたいなと思いました。てなわけで中ピックアップのジジイロンはお香なしで平均9匹でした。まあさすがに上振れてそうではあるかなと思うんですが、なんとなくツボツボの後バレンタインの炙りくらいのタイミングからピックアップの効きが良くなっているような気がしないでもないので、ぜひ皆さんの体感もお聞かせいただけたらと思います。さあそれでは小ピックアップ参りましょう。このメンツはラティオスイベントでも続投となりますし、新たに小ピックアップにはジジイロンとラティアスが加わることになります。ということで今後を占う小ピックアップなんですが、種ポケモンとしてはアンバー渓谷ではタツベイ8匹、オンバット4匹、ラピスラズリ湖畔ではミニリュウ4匹の出現になりました。全部を平均すると 5.3 匹ぐらいでしたね。やっぱ1日1匹は出てこないぐらいの感じでしょうか。個人的にはそれでも思ってるよりは出現してくれた印象ですね。チゴラス中ピックアップの種ポケモンで、11匹ぐらいだったんですけど、その半分近くは出てるっていう感じなんですが、元々の個人的な体感だと小ピックアップって中ピックアップの3分の1くらいなのかなっていうイメージが、なんとなくあるので 3,4 匹くらいかなと思ってたんですけど、そこよりはふんわり多かったですね。
これはピックアップ全体の少なさが影響しているかもしれません。体感的に。で、今回、ウトウトタイプの絶食枠によるミニ竜や達兵衛の出現みたいなものはおそらくなかったんじゃないかなと思ってます。まあそもそもウトウトを全然引けてませんしね。絶食枠についてはこちらの動画をご覧ください。まあ絶食枠も常に固定されている保証はどこにもないけどそりゃそうじゃ現象なんですけどね。一応こういう仕組みがあるっぽいよということで。種ポケモンたちはそんな感じ。続いてフレンドポイント12のポケモンだとチルタリスが最も出現していて平均 6.5 匹、コモルー4匹、オンバーン1匹、白竜5匹となりました。コモルーとオンバーンは比較的最近追加されたポケモンなのでチルタリスや白竜より眠気パワーの消費量がかなり多くてそこが若干出現数に影響を及ぼしてそうな気はしますね。しかしながらラティオスイベントでもらえる羽毛の量っておそらくチルタリスもコモルーもみんな同じなんじゃないかなと思うのでラティオス本番ではチルタリス祭りになってくれると一番羽毛的には美味しいところなんじゃないかなと思います。意外と通常若草本島にチルタリスがいないのちょっと響くのかななんて思ってるんですけど、まあむしろミニ竜たち種ポケモンが若干出やすくなったりしてて厳選的にはいい感じだったりとかしますでしょうかね。EX ではチルタリスの引きに羽毛の未来がかかってそうだなと思います。まあそんな感じでフレンドポイント12のポケモンたちもしっかりと顔を出してくれましたね。それでは最後、フレンドポイント25族、ボーマンダ0匹、海竜4匹ってことで、いやボーマンダ全く会えませんでした。グッドスリープでかける小ピックアップをもってしても0匹になっちゃいましたね。マジで出てこないんですよね。一応ね、星1ネガを、ボーマンダ星1がアンバーマスター6、およそ222万エナジーくらいから解禁されているようなので、3日目くらいからは毎日抽選されてたとは思うんですけど、まあ、ジジイロンの眠気パワー消費が大きくて出てこられなかったんでしょうかねって言おうと思ったんですけど、そもそもグッドスリープデーで眠気パワー余ってる最終日とかも出てきてくれなかったのでまあなかなかボーマンダの壁は高いのかもしれませんが、なんとですね、ついにボーマンダ最終枠入りしたというのが確定しました。最終枠についてはこちらの動画をご覧ください。いよいよ最終枠更新されたみたいです。どこまでのポケモンが入っているのかは謎なんですけど、少なくともボーマンダ、フライゴン、イワパレスは入ってそうですね。いやー、非常に長かったですね。おそらく過去最長なんだと思います。昨年11月には新登場となっていたので、マジで半年以上入らなかったことになりますね。これまでの最長って多分ね、4ヶ月ぐらいだったかなと記憶しているので、何が理由だったんでしょうかね。そしてなぜ今このタイミングで追加されたんでしょうか。ラティオスイベント来るからなんでしょうかね。まあ真相は運営さんのみぞ知るですね。まあこのボーマンダの最終枠入りによって今後はもう少しは顔を見る機会も増えるんじゃないかなと思います。ただし星3ネガオってアンバーマスター16およそ530万エナジーくらいからようやく解禁になるので、私は相変わらずめったに見られないんじゃないかなと思いますね。もしラティオスイベントでそのぐらいまでぐんとエナジー漏れてウトウトが引ける方はそれなりにラティオスの羽毛にも貢献してもらえるんじゃないかなと思います。まあだいぶ限定的かなとは思うんですけど、狙える方はぜひ狙ってみてください。で、ちなみにラピスラズリコハンだった海竜は4匹なんですが、うち2匹くらいはね、最終枠だったんじゃないかなっていう感じの出現の仕方してたんですよね。星にネガを。あと残り2匹も眠気パワーが余っていた最終日での登場だったりしたので、海竜もね、言うてそこまで出現するわけじゃないんじゃないかなと思ってます。今はね、ラピスウトウトの最強ネガオが海竜から樹海院の星3ネガオに切り替わっちゃったので、ラピスは海竜をピンポイントで狙うことができなくなっちゃってるんですよね。なので、こうエナジー的にボーマンダの星3が出るラインまでエナジー漏れるかどうかっていうのが1個、ラピスとアンバーの羽毛の差を分けそうな気がしますね。まあそんな感じで、今回の私の中ピックアップ、私のピックアップ、中ピックアップ、ジジイロンは平均9匹と、まあさすがに上振れてそうだなっていう感じ。で、小ピックアップの種ポケモンたちはざっくり5匹くらい。で、フレンドポイント12のポケモンたちは、チルタリス白竜はまあまあ出て、コモルーオンバーンは多少出た、みたいな感じで、ボーマンダ0、海竜も言うてそんなに出ない、みたいな感じでしたかね。
ということを踏まえて、最後にラティオスイベントのピックアップの出現数を超ざっくり予想して、この動画締めくくっていこうかなと思います。ということで、あまりにもガバガバな出現予想、こんな感じで予想してみました。ドーン。中ピックアップラティオス 0.5 匹。小ピックアップミニリュウ、タツベイ、オンバットなどフレンドポイント5の種ポケモン。若草本島は3匹。ラピス、アンバーは4匹。EX が2匹。フレンドポイント12のポケモンは白龍4匹、チルタリス5匹、コモル3匹、オンバーン3匹。EX だとマイナス2匹くらい。フレンドポイント25族は海竜2匹、ボーマンダー1匹。そして新たに小ピックアップに入るジジーロン2匹、ラティアス 0.1 匹。EX だとジジーロンは 0.5 匹ぐらいで、もうラティアスはお香で呼びましょう。そんな感じで予想しておこうかなと思います。1週間の出現数ですね。ドラゴンウィークで中ピックアップだったジジーロンが小ピックアップになることによってエナジーを大量に使うポケモンが選ばれにくくなった結果、チルタリスあたりが増えるんじゃないかなと思わないでもないんですけど、どうなるでしょうかね。まあ最終的にはね、エナジーがどれくらい稼げるかとかでも、特に海竜ボーマンダーあたりはめちゃめちゃ大きく変動するだろうと思うので、まあものすごいガバガバな予想なんですけれども、簡単に理由を説明していきます。まずラティオスとラティアス 0.5 匹と 0.1 匹ということで、これはかなり、いやめちゃくちゃ感情論です私、伝説のポケモンのいわゆる素引き、お香なしでの出現に関して中ピックアップであったとしても、これまでのイベントの経験からびっくりするくらい信用していないので、基本的にはお香なしでは出現しないものだと思ってます。私が思ってるだけなんですけどね。昨年のライコーエンテ水訓イベント、ライコーの中ピックアップ2週間で素引きゼロということで、ほんま舐めとんのかでもね、その時に持ち越したお香でホリデーにて色違い来航に出会うことができたので、素引きゼロの場合は補填があるのかもしれません純度 100% のドチャボコオカルトですね。そんなことがありまして、伝説ポケモンのピックアップは信用しないことに決めたわけなんですけど、ラティアスリサーチでは1匹素引きしましたし、なんとなーくバレンタインくらいからピックアップの効果がパワーアップしているような気がしないでもないので、勇気ある方は素引きに挑戦してみてください。うまくいけばね、お香を使う分の羽毛をサブレに回せたりもするので、マジで確率を教えてほしいですねってことで、ラティオスたちはほとんど出てこないと思ってますし、これまでの伝説ポケモンって1リサーチで誰か1匹のみしか出現しないという制約があったので、これまで通りの仕様であればラティオスが出たら、お香で呼んだらラティアスは絶対に出ないはずなんですが、一緒に寝ているところが見られたらやっぱ最高だなとは思うので、運営さん何卒よろしくお願いします。もう遅いと思うんですけどね。と、ラティオスたちはそんな感じで、次、ミニリュウたち種ポケモン、4匹くらいなのかなということで、こんな感じにしてみました。若草は予想3匹と少し少なくしてみたんですけど、これまでの新ポケモン登場キャンペーン、ラピスとかアンバーが実装された時にやるキャンペーン、あれだと若草よりラピスとかアンバーとか元々の出現フィールドの方が出現しやすいよっていう旨が記載されていたりしたので、そこに倣う形で若草はちょっと少なめにしてみた感じです。先週若草に行かれてた方いらっしゃいましたらいかがでしたでしょうか。 EX はさらに減らしてみたんですけど、さすがに種ポケモンであればもう少し出てきますでしょうかね。これもぜひ体感をお教えいただけたらと思います。フレンドポイント12のポケモンたちは、直接狙うことはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりコモル、オンバーンの方が出てきにくいんじゃないかっていう予想にしてます。で、ボーマンダと海竜はそれこそエナジー次第すぎるんですけど、たまには見るかもなくらいでしょうかね。ジジーロンも小ピックアップだと2匹ぐらいが関の山なんじゃないかと思ってます。今回ね結構出現してくれてたので、事前の予想5匹だったんですけど、それを6、7匹と見立ててもそれの3分の1ぐらいで、2匹前後ぐらいなんじゃないかなっていう感じですね。
ということで、こんな感じで予想してみたんですけれども、実際どのような結果となるでしょうか。またラティオスイベントが終わったタイミングでも答え合わせしたいなと思いますので、ぜひ皆さんの予想もコメントしていってください。まあラティオスイベント本番ではね EX に行こうかなとも考えているので、ちょっとまともな答え合わせにならない可能性がありますねえ、なので皆さんが頼りですいつも助かってます。ということで、ガバガバな予想に加えてガバガバな答え合わせにもなりそうなんですけれども、そんなドラゴンウィークのピックアップ出現数でした。ということで、皆さんのコメントお待ちしております。それではここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして非常に助かります。コメントも毎回すべて読ませていただいております。本当に力になってます。ありがとうございます。それではラティオスと心の雫しっかりと準備して2週間悔いなく楽しんでいきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。